糸端を少し余らせて最初の輪を作ります。今回はまず鎖編み100目で輪を作り、その上に長編みで筒状に編んでいく作り方をしようと思います。ではここから鎖編みを100目編んでいきます。ひとまず10目を編みましょう。あまりきつくならないようゆったりと編みましょう。ここで一度糸を引っ張り針を抜きます。編み始めに戻り、一番最初の目を持ちましょう。最初の目の裏山に針を入れます。そのまま編みかけ側に戻り、再び針を入れましょう。針に糸が2本かかった状態で続きを編んでいきます。こうすると鎖編みがねじれずに編めます。鎖編みがねじれたまま輪を作ってしまうと、その後の編み地もねじれてしまうので注意が必要です。100目までどんどん編んでいきましょう。100目を編み終えたところです。そのまま針にかかっている最初の目の裏山に引き抜き編みをします。輪になったら作り目の完成です。1段目はそのまま立ち上がりの鎖編みを3目編みます。立ち上がりを長編み1目と数えるので、隣の目から裏山を拾って長編みを編みます。長編みの1回目です。最初の鎖編み3目にマーカーをつけておきます。2回目の長編みを編みます。長編みは作り目の数だけ編んでいくので、合計99回編みましょう。裏山を拾っていくのは少し難しいかもしれませんが、最後縫い合わせる時に目が分かりやすいのでこの方法にしています。この調子で最後まで1周編んでいきましょう。残り最後の1目です。次の段で色を変えたいので、最後は長編みの途中で止めます。ここで一度針を置き、次の段の毛糸に持ち替えます。そのまま針に糸を引っ掛けたら引き抜いて最後の長編みを完成させます。目が緩まないように糸端で調節します。輪がねじれてないことを確認してからマーカーをつけた鎖3目目に引き抜き編みをします。マーカーを外して引き抜き編み、これで1段目の完成です。2段目はまず立ち上がりの鎖編みを3目編みます。次は1段目と同じく立ち上がりの隣の目から長編みを編みます。この時ピンクの糸端を指で押さえ、編む時に巻き込みながら編んでいきます。立ち上がりの鎖3目にマーカーをつけておきましょう。この段も長編みを合計99回編みます。今回はボーダーのデザインなので色替えが多くありますが、極力糸処理が楽になるよう編んでいくので、ぜひ真似してみてください。最後の1目まで編んでいきます。次が最後の1目です。1段目と同様に長編みの途中で止めます。このままピンクの糸は休ませ、青い糸に持ち替えます。青い糸で引き抜いて最後の長編みを完成させます。緩みやすいのでピンクの糸を軽く引っ張っておきましょう。裏面はこんな感じです。そうしたらマーカーを外し、鎖編み3目目に引き抜き編みをして終わります。2段目の完成です。3段目もまず立ち上がりの鎖編みを3目編みます。マーカーをつけたら
隣の目から1つずつ長編み。特に糸は巻き込まず、そのまま編んでいきます。この段も同様に長編みを合計99回編みましょう。縦幅が出てくると編みやすくなってきますが、その分目が緩みやすくなってくるので、2段目と同じ目幅になるように意識してみてください。ぐるっと最後の1目まで編んでいきます。次が最後の1目です。色替えのため長編みの途中で止めます。このまま青い糸は休ませ、ピンクの糸に持ち替えます。ピンクの糸で引き抜いて最後の長編みを完成させます。青い糸を軽く引っ張っておきましょう。マーカーを外したら鎖編み3目目に引き抜き編みをして終わります。これで3段目の完成です。裏面はこんな感じ。4段目も立ち上がりの鎖編みを3目編みます。マーカーをつけたらまた隣の目から1つずつ長編みをします。4段目もぐるっと1周編みます。その後3から4段目の手順を9段目まで繰り返していきましょう。9段目の最後の1目まで編んできました。長編みを途中で止めたら青い糸は休ませ、ピンクの糸に持ち替えます。ピンクの糸で引き抜いて最後の長編みを完成させます。そのまま引き抜き編みをして9段目を終わります。ここで青い糸の型を切っておきます。10段目はピンクの糸で立ち上がり3目を編みます。先ほど切った青い糸の糸端を指で押さえ、糸端を巻き込みながら編んでいきます。この段も長編みを合計99回編みます。最後の1目まで編んでいきましょう。次が最後の1目です。糸換えはしないため通常の長編みを編みます。そのまま引き抜き編みをしましょう。これでシュシュ本体が編み終わりました。ピンクの糸は縫い付けに必要な長さを残して切ります。本体の横幅を3往復した長さで切ってみました。編み終わりのループから糸を引っ張って出します。次は編み始めの糸を隠します。とじ針に糸端を通しましょう。まず最初は引き抜き編みした目に針を通します。ここから内側に糸を隠していきたいので、長編みの隙間に針を通して糸を移動させます。最後は横移動で長編みの根元に針を通していきます。ある程度隠せたら OK です。編み地をひっくり返したら余った糸端を切っていきます。次はひっくり返したまま折りたたみ、真ん中をヘアゴムで束ねます。
この状態で上下の端同士を合わせていきます。中にヘアゴムを隠すように広げていきましょう。ある程度広がったら、次は端同士を縫い合わせていきます。とじ針に糸を通します。両側の立ち上がりの目から隣り合う半目ずつを拾って半目巻きかがりをしていきます。右上の図の赤いところを縫い合わせていきます。毎回同じ方向から針を入れて逆側に糸を抜きます。これをぐるっと一周繰り返していきましょう。もうすぐ縫い終わるところまで来ました。数えてみたところ、青側が1目多かったのでごまかしていきます。青側は新しい目、ピンク側はすでに糸を通した目に針を入れます。次の目からは新しい目同士をつなぎます。目が揃って編めた方は、今まで通りの編み方で大丈夫です。一周ぐるっと縫い合わせることができました。最後の糸処理をします。もう一度最後の目に針を通して引き締めておきます。同じピンクの毛糸の隙間を縫うように糸を隠していきます。普段使いしたいので、いつもより糸を長めに隠しています。しっかり隠せたので糸を切ります。これで完成です。お好きな色で作ってみてくださいね。チャンネル登録と高評価お願いします。